お疲れ様です。お疲れ様です。名前伺ってもいいですか？ウルフハウルハーモニーのヒロトです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとこんな場所でちょっと待ち合わせという形ですけど。全然もう自然ですね、自然。はい。久々の自然です。普段はちょっと都会に囲まれてたり、スタジオに囲まれてるので、めちゃくちゃ気持ちいいです。結構外での好きですか？もうめちゃくちゃ好きですもん。一人でショッピングとか行ったり、ご飯も食べに行ったりするんで。じゃあちょっと近所の公園まで行ってみますか。お願いしまお願いしす。ます。この辺通ってたりしないですか？オーディション期間中の移動だったりで池尻駅の方行くときにここよく通ってたりしてたんですけど、オーディション終わってからなかなか通ることなかったので、最近は通ってないですね、全然。最近はレッスンとはどうですか？最近はダンスレッスン受けさせていただいてて、もうかなり前の自分たちよりも、ダンスの基礎力が今すごい向上してきてるので、そうですよ。はい、なので武者修行も近いので、またさらにここから基礎力を上げて、より前の武者修行より成長した姿を見せられるような武者修行にしたいので、引き続き頑張ります。うわ、懐かしい。懐かしいですね。めちゃくちゃ懐かしいですね。僕もあれだったんですよ。大人サッカーみたいなのに混じってちっちゃい頃やってたりしてたので。社会人サッカー。はい、社会人サッカーめちゃくちゃ懐かしいです。すみません。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとヒロトさんの半生を伺いたいと思いますので。半生。はい。半生っていうのは。まず年齢を教えていただいてもいいですか？21歳です。出身は？出身は生まれが北海道の札幌で、育ちが愛知県です。家族構成は？家族構成はお父さんとお母さんがいて、で犬2匹いたんですけど、1匹死んじゃって今1匹で僕って感じです。一人っ子？一人っ子です。子供の頃はどんな子供だったんですか？子供の頃は泣き虫だったっていうのと、みんな小学校1年生初めて登校するじゃないですか、学校に。その時にもうみんな親離れしてるというか、もう親から離れることは慣れてたんですけど、僕だけお母さんと離れるのが慣れてなくて、大泣きしながら学校通ってたみたいで。泣き虫な子供だったんですね。はい、泣き虫な子供で。で髪も癖がつかないようにお母さん長く伸ばしてくれてて、だから女の子とめちゃくちゃ勘違いされてたみたいで、近所の方たちに。それすごい覚えてます。性格はどうだったんですか？性格は、今もなんですけど、うるさめのことも仲良かったりとか、静かめなこともすごい喋ってた印象で、その中間みたいな立場にいましたね、僕は。じゃあ誰とでも仲良くなれるタイプで？はい、本当に誰とでも仲良くなれます。何が流行ってたんですか、当時は？当時は消しピンですかね。消しピン？消しゴムを教卓の上に並べて、一人一人消しゴム持って、で順番になったらこうやって弾くやつですよ、消しゴムを。で相手の消しゴムを落とすっていうゲームをやってましたね。かなり盛り上がってたんですよ、それが。消しピンがですか？はい、消しピンめちゃくちゃハマってました。もうあとあれですね、ペットボトルキャップ飛ばしこうやってここ置いて、こうやってカーブとか野球みたいに、これめちゃくちゃ流行ってて、結構うまかったっす。割とでも素朴な遊びっていうか、そういうの好きだったんですね。めちゃくちゃ好きでした。お母さんはどんなお母さんですか？お母さんは本当に優しくて、お母さんも苦労してきた、今まで苦労してきた人なので、すごい僕にはそんな生活をさせたくないっていう気持ちで、すごい僕のわがままも聞いてくれたりとか、僕に対してすごい徳のあることをしてくれた方なので、僕もちょっと
恩返ししたいですね。お父さんどんな性格だったんですか？お父さんは、うんまあ今もなんですけど、まあ、あんまり喋るタイプではないというか、大事な時にガッて叱ってくれる人で、人見知りなんですよ、僕と一緒で。で、僕のオーディション期間中とかも、僕名古屋とは言ってもちょっと田舎の方なんですよ、家が。だから駅まで名古屋駅まで1時間ぐらいかかるんですよ、電車で。だからその時にオーディション期間中に朝お父さんが車で名古屋駅まで送りに行ってくれたりとか、なんか何にも言わずに行くぞっていう感じで、お母さんが結構バイブス高めなんでお母さんが喋り出すと会話が生まれたりとか、僕が喋ったりとか、なんかいい意味ですごいバランスの取れた家庭ですね。でまあそんな小学生を過ごして、なんとなくこう聴いてた曲とかどんな曲だったんですか？なんか唯一聴いてたのが結構ジャニーズ好きで、小学校とか中学校ぐらいまでは、平成ジャンプさんだったりとか嵐さんだったりとかの曲をすごい聴いてて、その当時大野さんが主演でやってた怪物くんっていう実写のドラマをやってて、その時のモンスターっていう曲があるんですけど、それめちゃくちゃハマって CD 買って聴いてた覚えあります。その子供心とか刺さったんですかね？刺さりましたね。もう一番その年代の男の子が好きそうななんか曲なんですよね。かっこいい。周りはどんな友達が多かったですか？周りはそうですね、結構活発的な子も多かったり、静かめな子もいたりっていう感じで、小学校の卒業する時とかってこのマスをクラスの人数分書いて、それを誰が書いたか分かんないように、卒業文集の中に入ってるようなそうですそうです、コーナーみたいな。はい、それをやった時にすごいみんなのアイドルだったよみたいな感じでほとんどの方が言ってくださって、なんかすごい嬉しかったのを覚えてます。その時代とかのあだ名ってどんなの？その時はヒロ豚骨ラーメンって言われてましたね、みんなから。はい。ヒロ豚骨ラーメン、だいぶ長いあだ名ですよね。はい、だいぶ長くて、なんかでも僕も多分それ気に入ってたみたいでなんか結構昔のノートを振り返るとヒロ豚骨ラーメンって書いてあるんですよでまあ中学校上がって、はい、どんな生活を送ってました？中学校はまあ僕ずっと小学校の時サッカーやってたので、そのままサッカー部に入って、で地元のサッカークラブチーム入ってたんで、友達もその当時からの友達も結構多くて、で、まあ、僕小学校中学校めちゃくちゃ身長ちっちゃくて、中学校3年生までは155センチとかしか確かなくて、身長制服買った時はまあ身長伸びるだろうと思って結構デカめに買ったんですけど、ずっとダボダボだったっていう中学校生活ずっとそんな伸びなかったですね、中学時代は。もう伸びなかったですね。一気に部活やめて、なんか部活がめちゃくちゃハードで、メニューとかも、で駅伝とかも強制でやらされたんですよ、サッカー部は。だから運動量に対してのその食べてる量が多分合ってなくて、だからずっと痩せてたんですよね。で部活やめてから急にムッて肉がついて、でそこから急に身長伸び始めたので、もう絶対これサッカーと駅伝のせいだと思ってましたね周りからの評価どうでした、サッカーの？まあでも僕めちゃくちゃ身長ちっちゃかったので、まあ小賢しいとは言われてたんですけど、そのちょろちょろ動くんで、はい。しかもなんか結構僕性格的にも結構丁寧、何事もなんか丁寧な感じなので、パスとかも結構、精度の高い系のパスを出すタイプでしたね。点を決めるというよりは。ちなみに勉強とかはどうだったんですか？
僕勉強全然得意じゃなくて、もうずっとギリギリと戦ってたっていう感じですね。合格点を。はい、もう合格点いったらいいかなっていう感じのタイプでしたね。得意な科目は何？得意な科目は結構数学得意だったり、あと暗記がめちゃくちゃ得意なので僕。なので社会とか記憶して答える教科はめちゃくちゃ得意でしたね。その時はまだどうなんですか？音楽はまあ全然友達とカラオケ行って、僕当時すごい歌苦手だったので、もうめちゃくちゃバカにされて、もう二度と行かないっていう感じの、はい、もう一切行かなかったですね。そこから誘われても高校3年生ぐらいまで。とりあえずめちゃくちゃ笑われてバカにされてたのを覚えてます。もう歌めっちゃ嫌いで、もう風呂で一人で歌うぐらい誰にも聞かれないようにっていう感じでしたね、その当時は。その時は何口ずさんだんですか？お風呂では。その時ももう僕ジャニーズすごい好きだったんで、ジャニーズ聴いてましたね。その時が当時多分山田涼介さんの、その金田一少年の事件簿ネオのドラマがやってたんですよ、確か。川口春奈さんも出てる。なんかそれすごいハマってて、ウィークエンダーっていう曲が好きで、その主題歌の、それめっちゃ聴いてました。今高校上がってきて、高校はどんな生活してたんですか？高校も僕サッカー一本でやってて、で、音楽ともあんまり関わることもなく、普通の人並みの学校生活を送って、恋愛もしてっていう感じで行きたいなと思ってたんですけど、なんか友達がそのジェネレーションズさんがすごい好きで、僕の地元の友達なんですけど、ライブ友達から初めて誘われて、もうドームツアーっていうことだったのでめちゃくちゃ楽しみで連れてってもらった時にめちゃくちゃハマっちゃったし、もうこんな人たちみたいになりたいなって思って、でノリでEXPG さんの名古屋校に友達と一緒にもう次の週ぐらいから通って、僕はもう本当に下からクラス分けあって、本当に一番下から上がってってっていう感じでやらせてもらって、本当に EXP さん通ってる中でも本当にいろんな壁にぶち当たったし、全然クラス上がれなかった時期もあったりしてたので、僕を見てくださってる方とかは一気にオーディションで現れた人間ですけど、でも実際その裏はかなり苦労してきたので、なんかあんまりポンっていったわけじゃないんですよね。僕も本当に大変で、もう一時期行きたくないって思ってた時期もあったんですよ。もうカラオケ行っても楽しくないしっていう時期もあったんですけど、でもなんか急に感覚が芽生える時があって、続けてたらその時になんか成長する自分がすごい楽しくなって、カラオケもなんか成長したことを発揮できるので、だからすごいそれをなんか向上心にというか自分を高めてずっと通ってた感じですね、僕は。それでボーカルなんですか？ボーカルのみですね。本当にダンスはあんまりやる気はもともとなかったんですけど、なんか通ってるうちになんか他の生徒さんのダンスとかを見て、なんか自分も習いたいなと思ってたんですけど、思ってたぐらいだった。なんか最初に僕 EXPG 入らせてもらう前に、僕もともともう看護師っていうもう道が決まってて、もともと目指してたので、だからもうどっちもいけないっていうのは自分も分かってたので、だからお父さんにすごい反対されたのは覚えてるんですよ。だからお母さんに内緒で最初は EXPG に入らせてもらってっていう感じで、でもその代わりお金はバイトして自分で払うっていう約束で通ってて。じゃあ高校の時のその EXPG の月謝とかは自分のアルバイトで払ってたの？そうなんですよ、自分で払ってたので、やっぱ高いので、ダンスもボーカルも払ってると僕も生活できないし、本当にお金なかったので、
なのでずっとボーカルで我慢してやってたんですけど、何のバイトしたんですか？この前もYouTube で撮らせていただいた藤倉さんっていう煮込みうどんのはい。お店でずっとバイトしてましたね。4年ぐらい。で、まあ、高校卒業して、はい。そこはどうしたんでしたっそこから僕は看護の専門学校に2年。け？なんで、そもそも看護の道に進もうと思ったんですか？お母さんが介護士の仕事をしてて、で僕めちゃくちゃ体弱いタイプで、ちっちゃい頃もう1週間に1回高熱40度近くの高熱出る子で、なので扁桃腺を切るために入院してたんですよ、病院に。その時になんか看護師さんによくしてもらって、すごい憧れて、目指し始めて、で高校の入学の時も医療のコースに行ったりで、そこから、専門にそのまま行くっていう流れで目指してたんですけど、看護学校時代の生活はどうでした？専門学校なのでなんか4大とかと違って、もう4年とか5年でやることをもう3年でやって、それをそのままもう就職するっていう形なので、もうその分勉強もすごい忙しかったですし、病院の実習とかでもすごい量の課題とかもあったりしてたので、もう両立本当にきつくて、結構休む日とか多かったんですけど、結構大変でしたね、そこは両立が。あと1ヶ月2ヶ月ぐらい頑張れば3年生っていうところで退学しちゃったんですけど、で看護の道を諦めるまで歌手になりたい、アーティストになりたいっていう思いになったのって何なんですか？それの時期が本当にちょうど2年生、専門学校2年生の時に、本当に自分は歌の道でやっていきたいっていう気持ちが強くなって、なんか今まで僕は歌の面で褒められることなかったんですけど、その時期にちょうどお前絶対いけるよって周りが言ってくれ始めてたりしてて、だから僕はこの道で行きたいっていうのをちょうど思い始めたのが本当に究極の選択の時期で、その時期に本当にちょうどアイコン Z が始まったので、僕はもうその時期にアイコン Z がなかったら、そのまま学校通って3年生になったら病院実習とか、もう忙しくなって絶対歌と両立できない環境にあったので、もう看護の道一本でやっていくつもりでいましたね。で、そのオーディションを振り返ってどうでしたか？多分このオーディションってものすごい数の4万8,000人の方々が受けてるわけじゃないですか。で僕1次受かって2次の大阪受けに行ったんですけど、もうその時にはもう数百人しかいなかったわけですよ、会場に。だからもうその時に合格してるのがもう数百人で、だから一次を合格するっていうのが多分一番難しいんですよ、その難関ポイントとして。そこで引っかからなきゃいけないですからね。はい、そこで引っかからないともうダメなので、もう飛び上がりましたね。すぐお母さんに電話してみたいな。めちゃくちゃ嬉しかったの覚えてますし。お父さんどうだった？でもお父さんもやれるならやりなっていうのと、これが最後の気持ちでやってこいっていうのは言われました。年齢的にはいくつでした？その時って。年齢的には僕18歳で、19歳の年の代で受けたんですけど、もうその時点で結構焦ってたんですか？焦ってました、かなり。やっぱり受けてた子も周りもやっぱり年齢低い子ばっかりで、もう僕よりもっと将来のある子たちの集まりで、なんなら歌もダンスも僕より全然やってる子だったりすごいいたので、もう焦りしかなかったですね、ずっとオーディション中も。最初大阪会場行ってはい、ずらーっと座ってるじゃないですか。はい。どんな気持ちで座ってたんですか？その場所が、みんな多分年齢とか時間とか日にちに分けて分かれてたと思うんですけど、歌ってる声とかすごい聞こえてくるんですよ。だからよりすごい緊張感も
あったりとか、やっぱり EXPG のラボの子とかはもう注目されてるんで、だからもうカメラがついてたりとかしてて、そっか、すでに一目置かれてる存在なんそうなで、んですよ。もう密着カメラとかもいるんですもんね。はい。はいはい。僕でも全くなくて、だから本当に実力で行くしかないなっていうのを思ってたので、すごい焦りが大きかったですね。しかもみんなかっこいいし、みんなおしゃれだし、みんな歌うまかったので、なんとか二次審査向かってどんな気持ちでしょもう本当にお父さんと二次審査大阪一緒に行ったんですけど、本当に嬉しかったなっていう気持ちと、もう全力やりきったなっていう気持ちもあって、う？帰りお父さんとお好み焼きを食べて帰ったんですけど、はい、大阪で大阪で。三次審査で東京来た時じゃないですか。はい。どんな思いで？まず二次審査受かったっていうのはめちゃくちゃ嬉しい気持ちもあって、けどまさか30人に絞られてるなんて僕も思ってなかったので、もう行った時にこんな少ないのって思ってたんですよ。なるほど。本当にこんなすごい人たちの中に僕いるんだみたいな感覚で、でこう進んでいって、はいグループ審査、初めてのグループを組むじゃないですか。はい。どうでした？僕はそのクルナズっていうグループに所属してたんですけど、初めて組まれた時にもうダンスの経験者が2人しかいないっていう、かなりこんなグループあんのっていう感じで、絶対無理じゃんみたいな最初やっぱ思ってたし、そのやっぱダンスレッスンとか受けてたり、その周りのグループのクオリティとかも見るとめちゃくちゃ心折れるんですよね。なんかもうレベルの差がもう歴然だし、しかも僕たちボーカル中心のグループって言ってるのに、他のグループの方が歌うまいじゃんって最初の方すごい思ってて、まあその時期で一番辛かったことなんですか？ダンスレッスン、所属の方々だったりとか、モサヤさんのレッスンとか受けさせてもらってたりしてたんですけど、やっぱりみんなで受けるので、みんなそれぞれのダンススキルが分かるし、やっぱり周りめちゃくちゃうまいし、で、ドリーマー Z のカメラも入ってたりするじゃないですか。だからやっぱ僕たちダンスできない組はもうできなかったらなんかカメラがこういう感じで寄ってきて、もうずっとできなくて撮られてるみたいな、すごい悔しいなっていう気持ちもあったり、もうめちゃくちゃ心折れてたんですよね、最初の方。僕とギー君特に本当にこのオーディションからダンスを習ってたっていうのもあって、悩みも相談してたのギー君だったりとかコウタだったりとか、クルーナーズメンバーでずっと悩みを共有し合って、もうマジで気合い入れていくぞとか言って、もう周りの目気にしずにみたいな、そういうマインドでずっとやってきて、本当に苦しかったですね、一生は。でも本当にめちゃくちゃ今でも仲いいですし、もう本当にこのグループでやってよかったなって思えたし、もう武道館5月21日にパフォーマンスさせていただいたんですけど、なんか本当にみんなのダンススキルもめちゃくちゃ上がってるし、ボーカルも上がってるし、なんか今となってはそのクルーナーズのグループ6人いたんですけど、キッドフェノメノンに翼と、ケンちゃん、ケンスケ、でバンガーズの方にエイロン君とコウタがいて、でウルフハルハーモニーに僕とギー君が入って、本当になんかボーカルメインのグループだったので、本当にそれがバランスよくばらけて、すごいバランスのいい3グループになってると思うので、なんかクルーナーズってすごいんだなって今思いますね。今思い返すと、結果的にグランプリを取ったのはリルリーグじゃないですか。はい。その時どう思いました？いや正直、悔しいなっていう気持ちもあって、なんか自分が悔しいというよりも、自分のダンススキルだったり歌のスキルのせいでもう周りのメンバーが
落ちてしまったんじゃないかっていう心境だったので、僕もクルーナーズの中では一番歌で来てんのに歌が全然歌えなくて一番下手っていうの認識もあって、だからそういうのもあってすごい申し訳ないなっていう気持ちの方がすごい強かったのを覚えてます。明日からどうしようかなみたいな思いました。いや思いましたね。もう看護ももう行けないし、とりあえずバイト探すかっていう心境でしたね。で第2章の発表がされたじゃないですか。はい。どういうふうに思いました？なんて方なんだっていう、もう本当にもうこれ落ちてもうバイト生活っていうになる可能性のある僕たちにまたチャンスをくれて、なんかデビューさせていただけるチャンスをくださったっていうのは本当に人生の恩人というか、本当に嬉しい気持ちでいっぱいでしたね。9人の実力者が帰ってきたわけじゃないですか。はい。最初どう思いました？いや正直なんていうんですか、僕は結構ずっとそのアイコン Z でやってきた一生のメンバーがすごい好きだったので、なんかそこに入ってくるっていうのはすごいちょっと正直抵抗あって、でも合宿していくうちにすごい仲良くなって、本当に入ってくれてよかったなってすごい今思ってるんですけど、最初は結構抵抗あったタイプですね僕は。最初どうだったんですか？涼次君と鈴木君の印象とかは。ディープさんのオーディションとかも僕見てたので、かっこいいみたいな、もうアーティストだみたいな感じの印象で、もうファンの目線でしたねオーディションの時は。最初、合宿から始まって、はい。合宿期間どうでしたか？めちゃくちゃしんどかったですね。なんか想像を絶するスケジュールだったので、もうメンタル的にもしんどいし、身体面的にもしんどいし、ボーカルの先生も厳しかったので、そこですごいメンタルやられてたっていうのはあって、すごい今思ったらよく乗り切れたなっていう感じですね。結構泣いてるシーンとかもありました。番組では結構拝見したんです。はい。それぐらいやっぱ辛かったんですね。いや辛かったですね。僕が多分涙腺もともと緩くて、もうドラえもんの映画とかでも号泣しちゃうタイプなので本当に緩いんですよここが。人が泣いてるとこ見るともうすぐ出ちゃうし、性格なのでそういうタイプなんだなって思ってるんですけど、しんどかったです。その合宿経て中間発表も経てウルフ・ハウル・ハーモニーが結成されましたね。はい。いや本当に最初は不安でしたね。もうなんかクルーナーズの結成された時と同じ気持ちで、男性経験者2人しかいなかったのでクルーナーズでも今回は0人っていう、誰も経験者いないっていう感じで、どうやってパフォーマンスしていくんだっていう。でまたなんか僕はダンス&ボーカルグループを目指したいと思ってたのに、立って歌うだけなのかなって思ってたり、そういう気持ちもあったりして、もうお先真っ暗状態でした、最初は。でもネットとか見なかったんですその活動中で見ましたね、結成された当時はもう終わったなっていう、このグループ終わったなっていうのめっちゃ書かれてたりとか、もう泥船みたいな感じで言われてたりしてて、自分もすごい悔しかったの覚えてますし、でも今こうやって多くの方々が支えてくださっているっていうのは、自分たちのその仲の良さだったりとか、自分たちがウルフ・ハール・ハーモニーとして努力してきて気持ちが伝わって、それが今応援してくださる方々に届いたのかなっていうのもすごい思ってるので、そこからなんか SNS に書かれる言葉が本当に逆転したというか、もっともっと自分たちを応援してほしいなって思いますし、僕たちは応援してくださる方を信じてずっとやっていくので、もう一人でいる限りは、なのでもう全力でサポートしてほしいっていう気持ちもありますし、自分も全力で期待に応えたいっていう、恩返ししたいっていう気持ちはすごいあります。
いやーなんか僕たちが最初結成された時一番見てる方々には不安がられてたグループだと思うんですけど、まさかの1位っていう結果で合格することができて、本当に支えてくださった方々のおかげだとも思ってますし、改めて本当にこのグループで良かったなって思いましたね、合格して。今のメンバーどんな存在ですか？もう僕からしたら、一人っ子なので本当にお兄ちゃん的存在というか、優しくて、しかも遠慮しずに何でも言ってねっていう環境を作ってくれるお兄ちゃんたちで、パフォーマンスの面とか、生活の面とか、もう全部の面で支えてくれてたりとか、もう大好きですね。僕は3人のお兄ちゃんが支えてくれてるっていう僕の印象で、本当に家族のような目線で見させてもらってて、もう家族です。はい。今頑張ってることって何ですか？一番。歌とダンスですかね。りょうじくん、すーくんに比べるとやっぱり歌をやってきた年数も違うし、積み重ねてきた経験も違うので、やっぱり短時間で絶対そこに追いつかないといけないっていうのもありますし、なんなら追い越さないとなっていう気持ちもあるし、ダンスの面でも4人はあまり経験したことがなくて今活動してるんですけど、やっぱり他のグループに勝つにはそこの見せ方だったり、そのパフォーマンスの面でも成長していかないと見てもらえないなっていうのはすごい思ってるので、やっぱりその二軸ですかね。もう二軸を絶対これから一番大事になってくると思うので、そこを頑張ってます。夢を教えてください。夢はスタジアムに行って支えてくださった方々、もう全ての人に恩返しして、もうそれを一つの目標として思って、もうさらにもう世界に行けるようなアーティストになりたいです。YouTube の登録、デビューの8月23日までに10万人登録達成しないとチャンネル閉鎖されてしまうので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタン、あとコメントよろしくお願いします。あと拡散お願いします。じゃあすいません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。